俺はいろいろ考えた上で、店長についていきたいなって思ってます。オッケーオッケー。もうそしたらまあ年内で辞めますけど。多分今日でシックは一旦終わると思うんですよ。どうなっちゃうんだろうなって。なんならシックがもう崩壊するんじゃないかなってぐらい。ちょっと1ヶ月だけチャンスくんだよ。ちょっと俺ちゃんとマネジメントしてみたいな。飲めないんだったらまあ多分逆に言ったら働けないよっていうところになると思う。どういう気持ちで働ければいいか分かんないですね、シック。だからもうそのローランドグループと別々です。最近もう全然眠れないっすね。俺の人生どうなっちゃうんだみたいな。朝礼始めます。先頭お願いします。おはようございます。いらっしゃい。お答えいただきましてありがとうございます。11月締めで営業始めます。いらっしゃいませ。協力するときに、今日黒崎さんを最後とか、そういう話を僕にしなかった理由ってあるんですか？わざわざ言う必要はないかな。なんですか？まあでも辞める辞めないの話って、そのまあそれを聞いて、まあ気持ちよくはないじゃないですかやっぱり。まあ突然でしたし、ちょっと来月からセルティアもいなくなる。セルティアはどんな話？はい。セルティアがなくなる？セルティアハール見てます。来年は10億目指そうかなと。冗談じゃないよ。ローランドグループ、ザ・シックを、退店します。ハーレム総本店の方に、移籍することに、なりました。僕はもうなんかこの業界長いので、あんまりなんかそれを聞いたところで、まあ驚きするなって驚きましたけど、そのなんかこうどうもしないというか、まあさすがにびっくりはしたんですけど、とかまあ最初からしたらその辞める話とかってちょっとなんか大丈夫かなとか気になると思うことが多いじゃないですか。なるほど。動揺しちゃうから。そうです。それなんかちょっとまあ俺もどうしようかなとか変に流れ作りたくないこともありますし、まあそれやっぱ変にそういう気持ちに立ってなんかやっぱこう働いてるとそういうこう雰囲気ってあれじゃないですか、出ちゃうんで、本当に気持ち悪いんですよ僕も働いててそういう中で。だから言いたくないですよ。わざわざ言う必要もないかなって。ちなみに黒崎さんが、まあ、得意する基本さんはどうします？僕はついていきます。ついていくんだ。はい、もちろん。僕はもう店長で働きたくて働いてたのでずっと。ちょっと急な発表すぎて自分も衝撃を隠せてないですね。悲しいなっていうのはありますね。これからどうしていくんだろうなみたいな。いや悲しいです本当に。いやめっちゃ複雑です。まあ7年ぐらいいますけど、いろいろあった中でも今年はいろいろ特にすごいですね。本当に。いやー最後か。やばい。シックつまんなくなっちゃうんですよ。シックつまんなくなっちゃうんですよ。なんで？いや店長人望ありすぎるから。俺このシックで2年間やってきたんで、雰囲気変わるのはちょっと嫌ですね。僕はまあ黒崎さんの方についていくっていう感じですかね。自分自身もちろん黒崎店長からいただいた恩だったり教えはあるんですけども、やっぱりローランドグループで働いていきたいって思いが一番にあって、僕はローランドグループで働いていきたいです。一応僕はセルティアさんの影響でこの店に入ったので、ついていく予定ですね。セルティアさんに。セルティアさんについていく。そうですね。
ぶっちゃけ、現場の意見からしたら何を信じればいいか分かんないですよね。どこに例えばローランド会長についていくことが正解なのかとか、店長についていくことが正解なのかが何も分かんない状態で、最近本当何も情報ないですよ。情報がないんで。今日言うしかないんですけどね。一応店長と会長には今後どうするかってことは話そうと思ってるんですけど。どうすると思うんですか？ぶっちゃけですか。俺はこのシック3年間ぐらい働いてるんですけど、もう俺は店長についていきたいですね。だってもう都心人っていうかもう命名もあれですもん。命名もそうですよ。店長と出会ってディーラーをやってたから、ディーラーでメルセデスって名前を付けてもらった時からまたそこから改名があったりとか、その役職がどんどん上がっていくだったり、いろんな状況でそばにいてくれた人って店長なんで、これからも一緒にやってくれとしか思わないですよ。ローランドグループのこのザ・シック黒崎店長筆頭にが一番俺からしたら居心地も良かったし、だからこそここまでこの結果出すかなと思うんで、これ結構みんな思ってると思いますよ。今でも心境複雑で最近もう全然眠れないっすもん。俺の人生どうなっちゃうんだみたいな。おはようございます。久しぶりですね。久しぶりです。古田さんはどうするんですか？自分はローランドグループです。そうなんだ。はい。ちょっと意外ですね。そうですね。放ってても頑張るから楽だなって思ってる。こいつ放ってても頑張るから楽だなって思ってる。何？こいつほっといても自分で勝手に頑張る。なんでそんなイライラしてんの？なんでそんなイライラしてんの？なんでイライラしてるのか言われたくないんだけど、全然言われたくないんだけど。別に俺だって言いたくて言ってるわけじゃないよ。いいわ、帰るわ。ちょ待って。帰るわ。話す。めっちゃプレッシャーに感じてるもんですね、多分。だからそこに気づけてなかったわけじゃん。何かしてあげたいと思ってたけど、でもそのプレッシャーに押しつぶされたわけじゃん。お前に分かってほしいとか言えなかったわけじゃん。何がいけないって何が足んないって、お前の配慮が足んないだけで、その一言で終わり。お前が何もあの子の気持ちを分かってないだけで終わりなんだよ。厳しいこと言っちゃうと。わかりました。話し合いの場が何度かあって、黒崎さんについていきたいって気持ちが、8割9割育て親なんでって思ってたんですけど、自分が今ローランドグループがどんどんこう沈んでってる時に、じゃあ抜けますわだったら、抜けるんだったらシックをもし立て直すことができてからの方が義理が通せるかなっていうとこで、多分幹部誰も来ないと思いますし、チームのやつにももう黒崎さんの方に行けって言ってるんですけど、それはやっぱどうなるか分からないところに後輩ついていけないから、もう一から一人でやろうかなって。やっぱり俺たちお願いします。ネイビーかぶった。じゃあ頑張って。チェリーさんにいたします。今後します。今後それをたくさん連発した圧倒的に重要なことかなと思います。車のびっくりした。びっくりした。了解です。ちょっともし今ちょっと会長座ってください。セルティアが一応話は聞いて、で行きたいって気持ちはもちろん理解してる。けどちょっと1ヶ月だけチャンスくんない？俺田中をさ、ちょっと俺ちゃんとマネジメントしてみたいの。俺シックでお前らに教えたことなんて一つもねえから。お願いします。おはようございます。おはよう。ちょっと座って閉めてください。いいよ。どうする？
どうするってあれですよね、今後の話というか。今後の話、正直俺はメルはちょっと残ってしっかりマネジメントしたいなっていうのがあったから、まあ、もちろん本人の意向重視だからあれだけど、まあ、ユミと残ってくれる中でメルも残ってくれたらいいなっていうのは、まあ、ユミとも言ってたから。正直もう昨日の今日までずっとこのことにしか考えてなくて、まあそうだよね、はい、まあ俺はローランド会長に憧れてホストを始めて、でここまで来れたのはもちろんやっぱローランドグループの看板とその周りのサポートがあると思うんですけど、俺はいろいろ考えた上で店長についていきたいなって思ってます。オッケーオッケー。もうそしたらまあ送り出す流れは作るけど、時期だけ制限だけかけさせてっていうのはちょっと黒崎さんと話してて、メルはちょっと一発目から行くんじゃなくて数ヶ月遅れで行くっていう流れになる。数ヶ月遅れってどういうことですかね。一気に抜けてこっちガタついてもまあ送り出せるもんも送り出せないから、まあ3ヶ月後ぐらいに合流になる。だから3ヶ月うちで働いてその後に送り出すっていうような形になる。これめちゃめちゃわがままなんですけど、やっぱどうせこの店長の下でついていくなら、オープニングからまあわがままなんですけど、もちろん理解してるけど、黒崎さんもそこの線引きは超えないっていうことをしてるから、多分それで飲めないんだったらまあ多分逆に言ったら働けないよっていうところになると思う。逆にどういう気持ちで働ければいいか分かんないですね。シックだからもう例えば1日でも早く働きたいっていうんだったら別にメルが求人とかをさ面接とか入ってもらって、まあ、残すような努力をしっかりしてもらって人を増やすような努力をする。でまあ例えば引き継ぎ作業とかをする、ってなれば、まあ、最長で3ヶ月だよっていうだけでまあ1ヶ月2ヶ月でいける可能性とかも出てくるわけだし。目安が難しいですけどね。その求人もっと人数を補充すればいけるよっていうことだと思うんですけど、まあ言ったら曖昧じゃないですかこうやって。まあだから基準とかないけど、だから明確な基準でいくと3ヶ月みたいな話で、まあその幹部級はそこだけ制限だけかけさせてくれっていう話は。難しいっすね。いやもちろん難しいのは分かるよ。難しいのは分かるから理解はしてるし、まあ、もちろんこうなっちゃったのは、まあ、俺が、まあ、そもそもマネジメントを黒崎さんに、まあ、任せてたっていうようなところで、まあ、その辺は俺も責任感じてるんだけど、まあまあ店長から多分そういうことを言われると思う。制限だけあるからそこだけ待ってくれっていうような話を多分同じ話をされると思うから。そうですね、分かりました。失礼します。はい。もちろん分かるんですよ。社会人としてある程度引き継ぎをしてやめてくれとかっていうのは分かるんですけど、ちょっと残るところに。俺からしたらやっぱ進展出すならそこに向かって走りたいんですよ。スターティングメンバーとしてね。シックにその期間いてどこに向かって頑張ればいいかって分かんなくないですか。新店舗行くっていう気持ちがあって、ただ3ヶ月は待ってくれって理由も分かるんですけど、社会人組織っていうのはね、そういうもんだ。そう特に売れっ子ですから、でも正直ホストって個人事業主ですから。まあそうですね。じゃあ会社員ですかって言ったらそうでもないから難しいですよね、正直言って。まあグループが俺の人生を背負ってくれるのかって言ったら、そうでもないじゃないですか。ですよね。いや、なんかちょっともやもやしますよね、この。座っていいよ。どうすんのお前、12月で辞めんの？僕は今月で辞めようかなと思って。何どうすんの？僕は一旦店長にしてみます。そしたら、店長と話してんだけど、幹部級だけ期間ちょっと決めさせてくれって話してて、3ヶ月だけ残ってほしい。3ヶ月ですか？だから店長に言っても3ヶ月後開けてくれって多分言われると思うから。3月ですか？いや、それはちょっとあれですね、厳しいですね、ちょっと。
でもだとしたら向こう黒崎さんとかも行けないしさ、どうするのって話になるじゃん。 OK、 そう、考えます。いや考えてたもん、もう確定事項。確定事項。私事ではあるんですけれども、なんか今月をもって、退店をさせていただく運びとなりました。いやしか人望ありますね、黒崎さんは。ゆうとさん任せてくれんじゃん。ゆうとさん何も悪くないです。俺が悪いんで。そうそうそう。いやいや、ありがとうございます。はい。